あなたにとって恋人夫婦関係とは？二の次。いやでも現在正直二の次ですかね。これよく本当お前冷たいよなって言われるんですけど、でもそうなんですよね。まあ、それぐらい愛してる人に出会ったことがないのかもしれないですけどね。かけがえのないものであってほしいですね。やっぱり特別であってほしいし、夫婦になっても恋人のような関係は続けていきたいなって思ってるので、結構少女漫画体質なんですよね。ずっとドキドキしていたいとか、こう恋に恋するタイプなので。本当70億人人間がいる中で出会ったとかっていう関係性があるので、結構それはなんかかけがえのない一期一会の出会いから生まれたものだから、すごくそこに近いなって今ジーンときましたね、聞いてて。お互い同意のもとで複数の人と恋愛関係になるポリアモリーは OK か？いや OK と思いますよ。やればいろいろあっていいと思います。それによってね、その人と遊んでる時間がこうすごく特別になったりするんじゃないですか。ちょっと意味がわからない他の人と同時に付き合うって難しい。器用ですね。すごいですね。自分は結構嫉妬しちゃう気がするから、その嫉妬のコントロールができるんだったら大丈夫かもしれないけど、そこはなんか分かんないね、そう未知数。そういう人たちがいることに対して嫌悪感とか嫌だなとは思わないです。多分そういう人たちもいるなっていう理解もするけど、じゃあ自分がその中に入るかって言ったら入らないかな。同時に複数の人と付き合ったことがある？ないそんな贅沢なことになったことないのでないです。すごいですよね、同時に複数の人と付き合うって。いやそんな器用じゃないので、もう一人の人と付き合うのにいっぱいいっぱいになっちゃうのでないですね。ない。でも相手は複数に付き合ってる人と付き合ったことはありますないはい終わりどうした、来られたら困ることではある本当にないでも自分は結構できなさそう想像した時に、なんかそんなにコントロールできない、自分のスケジュールとか相手の感情とかまあそういうこともあったね。19私が知ってる時19歳っていうか18歳っていうかないよセックスのない夫婦恋人関係なんて、いや個人的にはありえないですかね。まあ、日本人である前に人間である前に生物じゃないですか。ここないとやっぱちょっと人としての魅力がどうなのみたいな、生物として薄いみたいな。別にそれでいいんじゃないですかね。特には愛情表現はその代わりしてねっていう感じはしますけど、セックスがなきゃじゃあ愛もないでしょみたいなことは全く思わないです。初めの 2,3 ヶ月はとてもセックスをしたいと思うだろうけども、その後はすでにセックスレスになると思うから、まあ、そう考えたらセックスレスだ、すでにセックスレスと。セックスっていうこと自体は別になんかそんなちゃんと考えてるわけでもないっていうかまあ気持ちいいことっていう大前提としてセックスをその恋人としかしないっていうのがあんまり自分の中では、そういう人もいていいしそうじゃない人もいていいなって思ってる。恋人とは別の人を好きになってしまった。どこからが浮気か。下3つですかね。手をつなぐ、キスする、セックスしたらみたいな、体の関係持つみたいなとこかな。セックスしたらじゃない？僕もそこかな。セックスしたらなんだろうね、その境ってまあよく一線を越えるみたいな言い方しますよね。こういうのがあるからまあもう恋人なんて作らない方がいいって思うんですけどね。こうだって絶対他の人好きになりますからね。どこからが浮気なんだろう。好きと思ったら浮気こんなん分かんないっすよねもう好きと思ったら浮気でしょ。で手つなぐぐらいだったら別に手つないだらダメ。もうダメもうダメなんだ手をつなぐって行動が伴ってるじゃん。恋人にふさわしいのは、一緒にいて悲しみを半分にできる人、一緒にいて楽しさを2倍にできる人。後者だな。楽しさ、私もでもそうだな、楽しさを2倍にできる人だな。そっちでいたいかも恋人は一緒にいて悲しさを半分にしてくれる人がいいなっていうふうに思っています。やっぱり生きていくと辛いことは当然やってくるし、でそういう
こうターニングポイントみたいなところに一緒に寄り添ってくれる人じゃないとちょっと一緒に生きていくとかは想像できないなっていうふうに思っています。悲しみを半分なんて頼っちゃいけない。恋人だと一緒にいて楽しさを2倍にできる人かなと思います。なんか結婚するとなると一緒にいて悲しみを半分にできる人かなみたいな。喜怒哀楽を共に2倍にできるみたいな、なんかそういう感覚の方が強いかなっていう気がする。恋人や結婚相手以外の人とイチャつく人どう思う？不愉快だな。あ、マジでお前そんなにさ太陽の下をまっとうに歩いていけるような人生歩んできたんかおい。いやーなんかね、なんかまあどうなんだろうなって思っちゃうからっていうことはつまり不愉快っていうことだなっていう。気にならないことはない。不愉快かもしれないですね。不愉快。不愉快。不愉快ではないかもな。マジ？不愉快かも。やっぱ自分で接点ある人かどうかだと思う。駅とかでなんかそこら辺がうんちゃらかんちゃらっても別にどうでもいいけど。不愉快とは思わないかもな。気にならないことはないですね。気になるし、いやお前それちょっと相手の人に知られたらどう思うんだよっていうふうに思うので気になりはします。おじさんとかでこうなんかすごいなんかそういう感じのアプローチをしてる人とかを見るとマジで何やってるんだろうなみたいな感じとか思ったりします。俺はもう全然どうでもいい何でもいいって気にならないですね。愛がなくても平気。平気です。俺はもらわなくても平気。俺はみんな愛しますけど、俺は愛なくても平気です。愛が何かもわからないし、でも欲しいし、でも多分今満たされてないから寂しいんだと思うんですけどね。ないとなんか人生干からびちゃいそうな。愛をテーマにしてる作品、歌いっぱいありますし、多分たどり着くところの一つだなっていう。まだたどり着いてないですけど自分は。はい、っていう漠然です。はい。いいえ。はい。そうだよね。なんで？なんか愛っつってもなんかその愛されるか愛さないかっていうその2人での愛でもあれば自己愛っつっても自分のことだけを愛する愛もあるから、そうするともし愛してくれる相手がいなくても自分のことを愛してれば人生は楽しくなるかなって思っていいえにしました。愛のない夫婦恋人関係なんて。てか愛ってなんすかみたいなこうそもそもそれすら分かってないのになんかこう愛ありますなんてやっぱ言えないしこうまああり得るですかね。なんかお金持ってるからとかなんかそういう恋愛関係ないところの関係でつながってる人もいると思うので。そうですね、これはあり得ると思いますね。そんな全部が全部うまくいくことなんてないと思いますし、長い人生の中ではあると思うね。いろんな関係の時が白でも黒でもないグレーの部分がゆとりですからまあありえるけど、まあそんな関係ならとっとと解消してしまった方がいいと思います。わかんない。私だったら絶対嫌ですね。愛のない夫婦、愛のない恋愛関係とか。愛があってこそだと思うんで。でも愛だけじゃ生きていけないと思いますけど。結婚や恋愛についてどんなイメージ？別に結婚とか恋愛ってしなくても生きていけるっていうところでやっぱりゲームに近いのかなっていう、楽しいからやるっていうことで楽しいにしました。楽しいかな。楽しいだな、楽しさだわ。約束責任とかって重苦しい感じでは生きたくないし。そうだね。僕にとってはやっぱ安心感かなと思いますね。妻が薬剤師なんでもう僕なんかより全然稼いでくるんで一緒になってみて共働き楽じゃんみたいなことすごく感じてます。なるほど。苦痛で恋人できたことないからなんかこう想像でしかないんですけど、例えば同じ友達とずっと一緒にいるっていうことすらも苦痛な時があるのにで大切な時に会えばいいと思ってるから、大切な時っていうかこう会いたい時になんかずっと一緒にいる必要はないとは思うんですけどね。子供でもいない限りね。